皆様こんにちは、セリナです。今回は2月17日発売、エレガンスエアリリクイッドファンデーションをエレガンス様よりご提供いただきましたのでご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを教えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。エレガンスから圧倒的な軽やかさのリキッドファンデーションが新登場ということで、今回の動画ではエレガンスの UV 下地と昨年の下半期ベストコスメを多数受賞した人気のカラー補正下地、モデリングカラーベースとそれぞれ組み合わせた時の仕上がりや塗り心地について、そしてエレガンスのリキッドファンデーションの中でも特に崩れに強いウォータリーフィルミックファンデーションと塗り比べて4時間後のマスク崩れをご紹介しております。少しでもファンデーション選びの参考になれば嬉しいです。他にも人気アイテムの比較動画はもちろん、パーソナルカラーを教えた2026春コスメのレビュー動画などもアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。エレガンスエアリーリクイッドファンデーション SPF25PA2+。 圧倒的な軽さで毎日つけたくなる心地よさ。そんな理想を追求して作られたリクイッドファンデーション。肌に乗せた瞬間、溶け込むように馴染み、まるで何もつけていないかのような軽さでフィット。サーダ感を残しながら毛穴や色ムラを自然にカバーし、一人一人の美しさを引き立てます。それでは大注目の新作ファンデーションを実際に肌の上に乗せて、塗り心地や質感、仕上がりを見ていきたいと思います。今回はこちら側半分に無色透明で化粧水のようなみずみずしいテクスチャーで、カラーや質感ともにファンデーションへの影響がかなり少ないエレガンスのアクアクリアスムースシールド UV。そして反対側には昨年の下半期ベストコスメを多数受賞した大人気カラーコントロール下地、エレガンスモデリングカラーベースのイエロー401を塗って、それぞれの下地と組み合わせた時の違いも同時に見ていきたいと思います。まずはこちら側にアクアシールド UV を塗っていきます。SPF50+PA4+ の日焼け止め下地ですが、化粧水のようにたっぷりの水分を含んでいて、乾燥が気になる時にはもちろん、ベタつきが気になる季節にも使いやすい、かなり万能なテクスチャーです。何も塗っていない方の肌と比較をしても自然なツヤは出ていますが、肌トーンや質感が変わらず、ファンデーションへの影響が出にくいところも使いやすいポイントです。では、この状態でファンデーションを塗ってみます。こちらのファンデーションもこんな感じで、たっぷりの水分で肌を保湿しながらも素早くフィットしてくれるところが特徴的です。最初はみずみずしいので乾燥や皮むきが気になる時にも安心して塗りやすいですが、すぐに肌にフィットして肌なじみもいいので、ファンデーションを均一にのせるのが苦手という方にもかなり使いやすいと思います。はい、まずはこちら側半分に UV ベースと新作ファンデーションを薄く一度塗りで仕上げてみました。何も塗っていない方の肌と比較をすると、このファンデーションの素肌感がかなりわかりやすいと思います。ファンデーションを塗った感が一切なくて素肌っぽい仕上がりなのに、細かい赤みや色ムラ、そして毛穴や凹凸がつるんと綺麗に補正されています。近くで見るとこんな感じです。一度塗りだと素肌の透け感が残るので、大きい赤みやニキビ跡などをカバーするほどではないですが、何も塗っていない方の肌と比較をすると、小鼻の横などの赤みは綺麗にカバーされているのと、近くで見ても素肌っぽいのに、毛穴や凹凸が滑らかに補正されている感じがよりわかりやすいと思います。ファンデーションの粉体を重ねたようなカバー力ではなく、自然に凹凸を補正するようなカバー感なので、厚塗り感は出したくないけれど、しっかり作り込んだ肌に見せたいという方にかなり使いやすそうです。では、気になる部分にもう少し重ねてカバーしていきたいと思います。重ねていってもこんな感じで、みずみずしいテクスチャーなので、ムラなく塗ることができて、肌に馴染むのも早いです。
透け感は残したままこんな感じで、さらに毛穴や凹凸を埋めるような補正感が高まっていく感じがします。そして自然なツヤも出てきますね。気になる部分に何度か塗り重ねるとこんな感じです。一度塗りの時点よりもきちんとカバー力が出た感じはしますが、やはり塗り重ねても何も塗っていない方の肌と比較をしても違和感がないくらい素肌っぽいイメージを保ってくれます。近くで見るとこんな感じです。塗り重ねていくと、この辺りにあったニキビ跡なども自然にカバーしてくれるので、細かい赤みや色ムラは問題なくカバーしてくれる色ムラ補正効果もあります。そして重ねていけば重ねていくほど自然ですが毛穴や凹凸を埋めて補正するような滑らかでつるんとした肌に仕上がっていきます。顔を動かすと光を反射するような滑らかなツヤも楽しめるので、生き生きとした明るい肌印象に見せてくれます。そして塗った後の肌の質感としては、内側から肌をふっくらさせるような保湿感はありますが、表面にベタつきは残っていなくて、パウダーなしでも過ごせそうなくらい快適な状態です。重ねていっても厚みがなく、何も塗っていないかのようなつけ心地なので、重たいファンデーションが苦手という方にもすごくおすすめです。ここまでナチュラルなのに、毛穴や凹凸はしっかりカバーしてくれるファンデーションは珍しいので、ナチュラルファンデーション派の方にかなりおすすめな新作です。では反対側には人気のカラー補正下地を塗って仕上がりの違いを見ていきたいと思います。こちらはみずみずしい乳液のようなテクスチャーで、伸びもいいですがしっかり肌に留まって補正してくれる感じも同時に楽しめます。はい、こちら側半分にイエローのカラー補正下地を塗ってみました。下地のみの時点でもかなりしっかり明るさが出ているのと、赤みや色ムラが補正されている感じがわかりやすいと思います。では、この上に新作ファンデーションを重ねていきます。やはりファンデーション自体がみずみずしくて軽やかなので、ベースに塗っている下地の質感の影響は受けにくくて、どんなタイプの下地とも相性が良さそうです。ただ、こういったクリーミーで厚みのある下地と組み合わせると、よりこのファンデーションの肌なじみの良さが際立つ感じがします。はい、こちら側にはカラーベースの上に新作ファンデーションを組み合わせてみました。ファンデーション自体は同じくらいの量を塗り重ねていますが、やはり組み合わせる下地によって仕上がりのイメージが全然異なりますよね。UV ベースと組み合わせると新作ファンデーションの軽やかさや素肌っぽさがしっかり楽しめて、カラーベースと組み合わせると新作ファンデーションのナチュラルさはそのままに自然にカバー力や補正力が増しています。近くで見るとこんな感じの違いです。UV ベースと組み合わせた方は素肌の透け感がしっかり楽しめて、カラーベースと組み合わせると頬のあたりの赤みをよりしっかり綺麗にカバーしている感じがわかりやすいと思います。ただどちらの下地と組み合わせてもナチュラルな素肌っぽいイメージはそのまま保ってくれるので、肌の調子やメイクのイメージに合わせてお好みの下地を組み合わせるのがおすすめかなと思います。アップで比較するとこんな感じです。では、ここからは今回の新作ファンデーション、エアリーリクイッドファンデーションの4時間後のマスク崩れを見ていきたいと思います。下地はアクアクリアスムースシールド UV。そして反対側にはこちら。同じくエレガンスのリキッドファンデーション、ウォータリーフィルミックファンデーションを塗って崩れ方の違いを比較してみたいと思います。ウォータリーフィルミックファンデーションは極薄のフィルム膜で肌を包み、しなやかな透明感のある肌に仕上げてくれて、汗や皮脂にも崩れにくいところが特徴です。薄膜な仕上がりや肌表面にベタつきを残さないところが似ているなと感じたので、それぞれの片方ずつに塗って見ていきたいと思います。ウォータリーフィルミックファンデーションにはこんな感じのスポンジが付属になっていて、スポンジにファンデーションを取って軽く伸ばすようにのせていくタイプです。比較をすると新作のエアリーリクイッドファンデーションの方が保湿力が高く、こちらのウォータリーフィルミックファンデーションの方がより油分感やベタつきが少ないイメージです。はい、こちら側に新作のエアリーリクイッドファンデーション、
反対側にウォータリーフィルミックファンデーションを塗ってみました。このくらいの距離で見ても、それぞれの仕上がりやカバー力の違いがかなりわかりやすいと思います。まず新作のエアリーリクイッドファンデーションは適度に肌の透け感を残していて、ファンデーションを塗っていないかのようなナチュラルさなのに、毛穴や凹凸は一切感じさせないような仕上がり。反対にウォータリーフィルミックファンデーションは厚塗り感はないですが、毛穴や凹凸、赤みや色ムラを一切感じさせないような薄い膜で肌をしっかり覆ったような仕上がりです。しっかりしたカバー力や均一な仕上がりをお求めの方は、ウォータリーフィルミックファンデーションがおすすめ。ナチュラルさや肌っぽさ、立体感をお求めの方は、エアリーリクイッドファンデーションがより使いやすいかなと思います。アップで見るとこんな感じです。そして肌表面の触り心地については、どちらもパウダーを塗る前ですが、ベタつきや重さを一切感じさせないので、同じくらい快適な印象です。ただ肌の内側は、エアリーリクイッドファンデーションの方がしっかり保湿されて柔らかさが出ているイメージ。ウォータリーフィルミックファンデーションはパサつく感じはしませんが、さらりとした膜で肌を覆うイメージなので、より保湿力をお求めの方は新作のエアリーリクイッドファンデーションがおすすめ。よりさらりとした仕上がりがお好みの方は、ウォータリーフィルミックファンデーションが使いやすいかなと思います。では、この上にエレガンスのラプードルオートニュアンスリクシーズの8番を軽くパフで塗って、マスクをして4時間ほど過ごしてみて、崩れ方にどんな感じの違いがあるのかを見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。まずこのくらいの距離で見ると、どちらのファンデーションも塗りたての時のままのイメージを保っていて、かなり崩れに強いのがわかりやすいと思います。近くで見てもこんな感じで、どちらもマスクの摩擦でファンデーションがよれてしまったり、カバー力も薄まることなく綺麗に保っていますが、比較をすると、こちら側に塗っているウォータリーフィルミックファンデーションの方が、塗りたての時よりもツヤが出てきている感じがして、新作のエアリーリクイッドファンデーションは塗りたての状態から適度なツヤ感と透け感があったからか、塗りたてからイメージが変わらない感じがします。肌っぽいナチュラルな仕上がりながらも、毛穴や凹凸を補正するカバー力はそのまま保ってくれて、反対に毛穴落ちしてしまったり、乾燥してパサつく感じも全く気にならないので、こちらは肌質問わずにかなり使いやすいファンデーションなんじゃないかなと思います。アップで比較するとこんな感じです。そして肌表面を触った感じは、どちらも小鼻の横も頬の広い範囲も全くベタつきが出ていないです。オーダリーフィルミックファンデーションは塗りたての時点からテカリが出ていなくて、そのままの状態をキープしてくれている印象。エアリーリクイッドファンデーションは塗りたての肌の内側に保湿感が残る感じは持続しつつ、肌表面にテカリやベタつきが出ている感じも気にならないので、保湿力と皮脂対策を同時に叶えてくれるタイプだなと思います。はい。ではこんな感じで2月17日発売、エレガンスのエアリーリクイッドファンデーションをご紹介していきました。こちらは素肌のようなかなりナチュラルな仕上がりなのに、毛穴や凹凸をきれいに補正してくれるところや、水分たっぷりで保湿してくれるのに、時間が経っても崩れが気にならないところなど、肌質や芯問わずに使えるファンデーションだなと思いました。とても優秀なアイテムだったので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。